こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミィです。今回は、これを言うとキウイが食べたくなる、キウイイヤーズ、オーケストラライトです。あ、カデンツァのメーカーね。そう、カデンツァがエントリーモデル、オーケストラがフラッグシップモデル。そして、このオーケストラライトがミドルクラスというポジションになりそうだね。いやー、とにかく綺麗ですよね。ブルーとグリーンのカラバリですけど、どっちのフェイスプレートも綺麗だし、ナチュラルレジンの中の BA のメカメカしさがとってもいいです。33,000円ぐらいといいお値段するね。買えるけど勇気いるわね。外観は文句のつけようがないから音質次第かな。勇気といえば C オーディオのブレイバリーとも比較してみたよ。ドライバー構成は違うけど、ブレイバリーもフル BA モデルだからね。音質、ブレイバリーに匹敵するんですか？匹敵するね。そうなんだ。今日は前半の収録で、後半は明日だから、その間に視聴させてください。もちろん、そのために1日空けてるわけだから、ミミィちゃんも聞いておいてね。はい。外観はとにかく綺麗に仕上がっていますが、ステム先端にフィルターはなく、樹脂に3つの穴が開いています。いわゆるサウンドチューブが BA の出力根からそのまま音を導いているんですね。BA は低域にノウルスの22955が2機、中域用にカスタム BA が4機、高域用もカスタム BA が2機で、それぞれ2機1セットで出力されています。構成自体はフラッグシップモデルのオーケストラと同じですが、オーケストラは低域 BA がソニオン製ですね。BA8 機搭載ということで、片側実測 7.7g と、オール樹脂製でもそれなりの重さはあるわね。厚みも普段測ってる平均が 22mm から 24mm ぐらいの間隔だから 26mm はちょっと厚く感じるかな。パッと見でも厚みあるように見える。BA からサウンドチューブが伸びてて音質面でこの長さが必要なんでしょうね。装着はイヤーフィンがあるから苦手な人はちょっと注意が必要ね。ミミィが装着した感じでは特に問題ないと思ったけど厚みは感じたわ。付属のケーブルは4芯の 7MOFC ケーブルで分離のいいレッドショア S10 に付属のケーブルで視聴してみてほぼ変化を感じなかったんで、この 7MOFC ケーブルは結構いいんじゃないかな。その後 ZTAU Payday エディション付属のケーブルをバランス接続で聞いた時は明るさとクリアさが増した。こっちの方が効果あったんでバランス接続で聞きたいかな。それと音量が取りやすいのも特徴の一つね。16オーム 112dB はスマホ直差しでマックスの6割から7割ぐらいで十分音量取れたから手軽に聞くのも OK。 ホワイトノイズも乗ってこなかった。今回はオーケストラライトのステム形状が独特で装着しても外れやすいイヤピが多かったので、この5種類のみの測定になっちゃった。低域、高域ともに2つに分けられるように見え、ざっくり分類すると上のようになる。そもそも軸が長めで内径がやや細めという特徴のバンドルイヤピを使った方が装着に関しては確実だと思う。バンドルイヤピ3種の測定結果はこれ。ブラックは低域から 4kg ぐらいまでがちょっとだけ控えめで高域が伸びてる。ホワイトとブラックレッドが似た感じで高域の伸びは少し抑え、それ以下の帯域がブラックよりちょっと出てるという風に見える。先ほどの5種類のイヤピと比較するとどんな感じですか？ホワイトに一番近いのは角笛、ブラックに一番近いのはスピンフィット W1、ブラックレッドに一番近いのは TRN ティップスという感じになってるね。今回は装着のしやすさと特性の両方を考慮して TRI 角笛で音収録することにしたよ。低域ができるだけ出てほしく、高域はちょっと控えめが良かったから。でもこれが正解ってことじゃなくて一例ってことですよね。そうだね。サウンドチェックですが、比較モデルはどうしますか？フル BA で片側 8BA となると思いつくのは KZAS16 Pro なのでこれにしよう。価格帯は全然違うけどね。はい、ケーブルはオーケストラライト付属のケーブル、イヤピは TRI 角笛を使用しての音収録です。ではどうぞ。音量上がります。
はまずオーケストラライトのシングル波形から。最初に感じたのはドラムのキックとベースのアタック感がすごくいいということ。量感はそれほどでもないけど、意識しなくてもしっかり聞こえてくるのでリズムが締まるし迫力もある。この帯域は減衰が極端に少なくかなり平坦。普段この帯域の出方をチェックするためのリファレンス曲でチェックすると本当にしっかり出ている。他の曲でもとても太い印象を持ち、再現力は高く、ピアノの中域の豊かさなどが無調整で聴いている感じ。ただ他モデルと聴き比べると逆にこの特徴がちょっと気になるが、これはまた後ほど。 2.5 キロ付近の小さめなピーク、 4.5 キロ付近のさらに小さなピーク、そして8キロ手前のピークと中高域から高域のメリハリはしっかりしていて申し分ない。気になるとすれば8キロ以降が急激に下がり、それ以降の戻りがないことぐらい。次はサウンドチェックで比較した AS16 Pro の波形を重ねてみるよ。この比較波形だけ見ていると、あれ広域出ないのって思っちゃったんだけど、聞いてみると案外すぐ馴染んじゃうのよね。低域は量感優先という感は否めないけど、他の帯域を邪魔してる感じもしないわ。オーケストラライトとはだいぶチューニングの傾向が違って比較の違いがあるね。中高域中心で構成される骨太な AS16 Pro の広域に対し、オーケストラライトは標準的な広域のチューニングに見える。次にブレイバリーの波形を重ねてみましょう。ブレイバリーもフル BA ですが、構成はオーケストラライトの半分で 4BA です。ですが、この2モデルの音質の傾向は割と似ています。ブレイバリーはオーケストラライトに比べ全体的にやや線の細い印象で、低域の出方は似ていますが、量感はオーケストラライトほどではありません。次が特徴の大きな違いで、この帯域が程よく減衰しています。オーケストラライトは広域が出ているのになんとなく抜けきらず、曲によってはちょっともわっとした印象を持つ場合もあったんですが、ここの出方の差が聴き心地に影響しているように思います。それと8キロ以降の広域の差もちょっと気になります。超広域なので直接的な出音の差として認識するのは難しいところかもしれませんが、空間系エフェクトの余韻やシンバルの繊細な表現の部分で差を感じそうです。じゃあちょっとここ確認してみようか。 EQ 入れてみるね。こんな感じにしてみたけど聞いた感じどう？ああ、もわっとした感じが抜けてすっきりしますね。リズムがあまり入らない曲とかだと中域が豊かでいいんですけど、軽快なリズムの曲だとこの帯域は少し抑えた方が聞き心地はいいみたいですね。超広域は違いがわかる？愛の耳にはほとんどわからなかったです。やっぱり中域の変化を一番はっきり感じましたよ。そっかそっか。オーケストラライトが迫力のあるブレイバリー見たくなるんで、この EQ セッティング結構いいわ。確かにいいですよね。分離感も特徴ありましたよ。普段左右から鳴っている音が左下や右下から聞こえてきたり、ベースやドラムのキックが別レイヤーから聞こえてくるように感じました。立体的で定位感がいいってことかな？あ、そうですね。そういうことだと思うんです。きっとサウンドチューブの効果ですね。あと空間がいつもクリアな感じで音の飽和を感じづらかったです。だよね。さっきは EQ で中域と超広域の補正してみたけど、しばらく時間を置いて改めて補正なしで聞き直してみるとバランスはいいし、結構パワフルだし、繊細な表現は分離感でうまくまとめてあるし、補正なしでも十分満足できたよ。中域の厚み気になりませんでした？比較しなければ特に気にならなかったわ。まとめると微妙な点、曲によって中域の厚みが少し邪魔になる場合がある。中広域が少しあっさりしている。8キロ以上のピークはなく、超広域は弱め。いい点、ドラムのキックとベースのアタック感が良く、リズムが締まり迫力もある。中域がかなり太い。中広域から広域のメリハリはしっかりしている。繊細さも程よく表現している。立体的で分離よく、ドラムのキックやベースが別レイヤーから聞こえてくるような感じ。定位感もいい。音が残らず、サウンドステージがクリアで広く感じる。といったところでしょうか。長所にも短所にも挙げた中域ですが、曲調やジャンルによって感じ方が変化した結果です。全体としてはモニターライクでややパワフルな出音という印象でした。個人的には今年聴いた中でベスト3に入れたいですね。価格は3万超えですから気軽に入手というわけにはいかないかもしれませんが、 C オーディオブレイバリーと同価格帯ということも納得できる仕上がりだと思いますし、買えば長く付き合えるモデルであると思います。ということで QE イヤーズオーケストラライトのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。